はい、こちらはエンジェルスマイルの2番花です。涼しげなお色がとってもいい感じです。お花を近づけると春よりはライトな感じですけど、甘い香りがわかります。コガネムシが大好物みたいで、ものすごくお花と葉っぱを食べられちゃってます。全体像としてはこんな感じです。波状弁で軽やかにまとまって、たくさんコンパクトに咲いてくれて、とても育てやすいバラだなと思いました。はい、こちらはシュリンクスの2番花です。春よりもだいぶお花の大きさが小ぶりになっているような気がします。お花を近づけてみると、ちょっと今バラの香りはしませんが、植物のみずみずしい感じの香りはするようです。全体像としてはこんな感じです。葉っぱが青々と茂って、とても元気をもらえます。はい、こちらはウィリアム・クリスティ2015の2番花です。この子は本当にお花持ちをしてくれて重宝するバラです。お花を近づけても残念ながら香りはちょっとわからないようです。全体像としてはこんな感じです。春の1番花は3週間近くは楽しめたと思います。はい、こちらはアメジストバビロンの2番花です。お花を近づけても香りはいつもほとんどわからない子です。で、うちでここ数年黒点病がずっと治らなくて、で去年ぐらいから少し調子が良くなってきたんですけれども、最近暑すぎてまた1ヶ月ぐらい薬剤散布できていないので、この子にも黒点病が出てき始めました。全体像としてはこんな感じです。我が家のバラは意図せずなんですけども、木村拓則先生のバラの育てやすさのタイプでいうと、タイプ2以上がほとんどを占めているので、1ヶ月ぐらい薬剤散布しなくてもどうってことはないバラが多いんですけれども、たまにタイプ3、4とかこまめな薬剤散布などが必要なバラがあって、黒点病が出始めているバラも他にもあるんですが、もう自分の体調と相談して今年は無理をしないことに決めました。で、黒点病出てる子は病気が出てる葉っぱとつぼみを取ってしまって、夏の間は咲かせるのを諦めようと思っています。はい、こちらはエンチャンテッドイブニングの2番花です。お色がとっても涼しげで大好きなバラです。お花を近づけても今ちょっと香りがわかりません。全体像としてはこんな感じです。私の2018年のオリジナルバラの交配で、父親株としても大活躍してくれていました。はい、こちらは
アンティークウォッチの2番花です。1番花は灰色カビ病でかなりつぼみを落としてしまってお披露目できるか心配だったお花なんですけれども、今年は梅雨が早く終わったので2番花は割とスムーズに咲いてくれました。お花を近づけると何かあまり甘くない感じのノスタルジックな香りがします。全体像としてはこんな感じです。花枝のステムが長いので大きく広がって大胆に咲いてくれるバラですね。はい、こちらはボニカ82、両方ともボニカ82です。1号フル株の方です。それと去年の夏にバラの家さんから来てくれた去年の新苗の2号です。お花を近づけても香りはありませんが、それなりにお花持ちをしてたくさんの花数で咲いてくれるので、お花を長く楽しめるバラだと思います。とても重宝しています。全体像としてはこんな感じです。とてもまとまりが良くて扱いやすいのでおすすめのバラだと思います。はい、そしてこちらは国枝先生の葵ちゃん2番花です。だいぶ枝枯れをしたりして樹勢が弱くなっていて、しばらくお休みさせようと思って2番花ピンチしてたんですけれども、ついうっかり咲いてしまいました。お花を近づけても香りはわかりませんが、もともと切り花品種ということもあってとてもお花持ちのするバラです。全体像としてはこんな感じです。もともとたくさんつぼみをつけてたくさん咲こうとするバラなので、体調の悪そうな時は要注意だと思います。はい、こちらも大好きな中継バラのブリーズパルファンの2番花です。お花を近づけても今ちょっと香りはわかりませんが、ブリーズパルファンというお名前通りに香りが結構ある子のようです。たくさん咲いてふわっと香ってくる感じなのかなと思います。全体像としてはこんな感じです。ワイルドな雰囲気が本当にバルニーのバラ、私は大好きです。本日ご紹介したバラを集めてみました。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。